地球上のほぼすべての古代文明に同じ物語が伝わっている。大洪水、世界を飲み込んだ。壊滅的な水の記憶だ。聖書のノア。シュメールのウトナピシティム。中国の太夫。インド、ギリシャ、メソアメリカ、オーストラリア先住民、文化を超え、大陸を超え、時代を超えて、あらゆる民族がこの物語を記憶している。問題はただ一つ。これは神話なのか、それとも本当に起きたのか。聖書は語る。神は人間の邪悪さに怒り、ノアに箱舟を作らせた。40日40夜、雨が降り続き、世界は水に沈んだ。しかしこの物語は聖書より古い。シュメール王名表、人類最古の文字記録の一つは、歴史そのものを洪水前と洪水後に二分している。洪水前には8人の王が、合計24万1200年にわたり、統治したと記されている。中国にも洪水の記憶がある。太夫は13年の歳月をかけて大洪水を収めた。除下は壊れた天を重複し、天から降り注ぐ最悪の水を止めた。そしてここに一つの疑問がある。もし洪水が局地的なものだったなら、箱舟など必要ない。人も動物も高い場所に逃げればいい。箱舟の存在そのものが全地球的な規模の洪水を暗示しているのだ。近代地質学はある原則の上に構築された。聖逸説、ジェームズ・ハットンが1785年に提唱した理論だ。現在は過去への鍵である。つまり、今日私たちが観察する地質学的プロセス、ゆっくりとした侵食、緩やかな堆積は、過去も常に同じ速度で起きていたという考え方だ。この枠組みはチャールズ・ライエルの地質学原理によって広まり、やがてダーウィンの進化論を支える土台となった。進化には膨大な時間が必要だ。もし天変地異が歴史を短縮するなら、進化の時間が足りなくなる。こうして科学は、大洪水のような天変地異を否定する方向に進んだ。一部は純粋な科学的根拠から。しかし一部は、宗教的創造論から科学を切り離したいという動機もあったのだ。大洪水を支持する人々は化石に注目する。化石が形成されるには急速な埋没が必要だ。地表に放置された生物は細菌に分解され、肉食動物に食べられ跡形もなく消える。化石として残るためには、死んだ瞬間に大量の堆積物に覆われなければならない。ここで問いかける。クラゲの化石はどう説明するのか。クラゲは 95% 以上が水分だ。死ねば数時間で溶ける。それが完璧な形で石になっている。突然の大規模な埋没なしに、これは不可能ではないか。魚の化石の中には、鱗の一枚一枚まで保存されたものがある。石化に数時間しかかからなかったことを示唆している。そして恐竜の死亡ポーズ、高級反調と呼ばれる姿勢だ。頭を後ろに反らせ、口を開け、尾を伸ばした状態で見つかる化石が多い。動画はこれを歴史の証拠と解釈する。ただし、ここには注意が必要だ。2007年のフォート・パディアンの研究は、この姿勢を小脳損傷による筋痙攣と結論付けた。窒息、中毒、水中浸死、原因は一つではない。歴史は可能性の一つに過ぎない。1980年、セントヘレンズ火山が噴火した。火砕流と泥流は、わずか数時間で25フィートもの聖地に層をなす堆積物を生み出した。通常、こうした堆積層は数千年、数百万年かけて形成されると考えられている。しかしセントヘレンズは、それが数時間で起こり得ることを実証した。ここから一つの問いが生まれる。もし堆積層が急速に形成されうるなら、地質学的な時間スケール全体が崩壊するのではないか。ボリビアのエルモリーノ層には、1万8000以上の恐竜の足跡が保存されている。そしてその多くが同じ方向を向いている。
何かから逃げていたのか。ただし、科学はこれにも慎重だ。足跡は数千年にわたって同じ顔面に刻まれた可能性がある。方向の一致は海岸線の向きや移動ルートの反映かもしれない。そして、ヒマラヤ山頂の海洋化石だ。エベレストの頂上に貝殻や三葉虫の化石が見つかっている。水がかつて全てを覆っていた証拠なのか。主流科学の説明はプレートテクトニクスだ。約4000万年から5000万年前、インドプレートがユーラシアプレートに衝突し、古代のテチス海の海底が押し上げられた。化石はその海底に属していた生物なのだ。では水はどこにあるのか。地球の表面の 70% はすでに水で覆われている。もし地球の表面が完全に平らだったら、山も海溝もなければ、水は全地表を約2440メートルの深さで覆う。水は十分にある。しかし問題がある。現実の地球には深さ3680メートルの海溝と、高さ8849メートルに山がある。この地形をすべて水没させ、その後元に戻すメカニズムは知られていない。火星にも大規模な洪水の痕跡がある。バレス・マリネリスは全長 4000km 以上、深さ 7km に達する巨大な峡谷だ。より小さく乾燥した惑星でさえ、壊滅的な洪水が起きていた。ただし、火星の洪水は地域的なものだった。惑星全体を覆う海ではない。火星の事例は大規模な洪水を支持するが、全地球的な水没を証明するものではない。動画は最後に、ある周辺的な理論に触れる。恐竜、特にトロオドン科の恐竜が知能を進化させていた可能性。そして大洪水はこれらの知的爬虫類を滅ぼすために送られたという説だ。これは1982年にデール・ラッセルが行った思考実験に基づいている。ラッセル自身がこれを推測と呼んだ。科学的裏付けはない。しかし、確信にあると意は残る。もし大洪水が本当に起きたのなら、あらゆる文明が記憶する、あの壊滅的な洪水が現実だったなら、神話の中に眠る他の物語も単なる作り話ではないのかもしれない。私たちはまだ最終的な答えを持っていない。しかし問い続けることに意味がある。大洪水、神話か、それとも記憶か。